軍隊が行進するような足音が聞こえてきたりするらしいです。乗船でーす。すごい立派な建物。ここに神の手に安らう。おいおいおい、やばいなマジで。ちょっと本当にここ息吸いづらいわ。こっから一段と空気が重くなりますね。ちょっと待って、ドンって、和太鼓みたいな音しなかった今。こんにちは、もめです。日本一周心霊スポットの旅再開ということで、現在地は埼玉県です。このチャンネルではバイクで日本一周しながら全国の心霊スポットを回っています。ということで、明けましておめでとうございます。だよね多分。いやー寒い、すっかり冬になってしまった。でちょっと病み上がりなんでね、鼻声ですけどすいません。新年ということでね、今年の目標でも立てようかな。ちょっとね最近自分を見つめ直す機会みたいなのがあったりして、すごいね現状維持というか、全然上昇志向みたいなものがなくなってるなってことに気づいたんで、今年は成長の1年にしたいと思います。いろいろとね新しい計画だったり考えてることとかあるんですけど、それは置いといて、とりあえずね動画の投稿頻度をもう少し増やしたいと思います。去年はね数えたら20本しか出してなかったんで、月2本出してないぐらいですよね。ひとえに俺の動画編集が死ぬほど遅いっていうところにあるんですけど、作業が遅いのもあるんですけど、朝起きてねちゃんとパソコンの前に座って作業を開始するんですけど、本当にね気づいた時にはソファーに座ってね呪術廻戦を見てる自分がいるんですよね。本当にね自分でもびっくりしますね。ということでね、1個の目標として今年は1年で動画を36本以上出したいと思います。よかったらね皆さんの今年の抱負もコメント欄で教えてください。ということで、これから向かうのが徳島県にある心霊スポットの西武公園です。ここはね徳島市の市街地近くにあるかなり大きめな公園なんですけど、この場所自体が旧日本軍墓地の後に建てられた公園らしいんですよね。それで園内には今も大きな慰霊塔が建ってたり、あとは捕虜だったドイツ兵のお墓とかも建ってるみたいです。それでこの場所では夜軍人の方の幽霊を見たって人が多くて、あとは軍隊が行進するような足音が聞こえてきたりするらしいです。墓地の上に建てられた公園ってことなんで、それだけでちょっとね幽霊がかなり出そうな雰囲気はありますよね。ということで、ここも心霊現象が期待できるんじゃないでしょうか。ということでね、今回の行き先は四国です。東北の途中だったんですけど、冬の間はまた別の場所に行きたいと思います。四国久々だな。最初の旅以来なんで3年ぶりですかね。3年も経ったんか。前回はね四国4県を4日間で回るっていうちょっとイカれたスケジュールだったんで、今回はゆっくり回っていきたいと思います。つってもね今回は多分徳島と香川しか行かないんですけど、ということでね、東京の有明から徳島行きのフェリーが出てるんで、今フェリー乗り場に向かっているところです。こっから100キロ1時間半ぐらいですね。東京着きました。すげえ、見てビルがすごい。もう合流怖い。もう首都高ってなんでこんな変な道なんだ。でレインボーブリッジです。すごい。何この景色、アート作品見てるみたいです。これですね。よし、そしたら受付行きましょう。よし、発見 OK です。フェリーリッツの徳島、あれに乗るのかな。でけえ。乗船でーす。なんかいつもと違うあれですね、ちゃんとコンクリの道がある。いつものガタガタの鉄板じゃない。いっぱい冷凍食品がある。レストランがないみたいですね。すごいパチンコもありますね。景品はしょぼいな。ここだ、着いた。こんな感じです。
温泉もありますね。展望デッキがある。おお、すごい。ヘリが止まれる。寒いということで出発しました。到着は明日の13時20分ですね。こっちなんかすごいわ、めっちゃ綺麗ということで、今日はゆっくり休みたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。朝日まぶしい。今8時22分ですね。あと5時間ぐらいか。風が気持ちいい。そしたら飯食って動画編集でもしようかな。いつもだったらこういう時間はぐうたら過ごしてましたけど、俺は今年から生まれ変わったんでね、こういう隙間時間も作業したいと思います。到着でーす。海だー。センキュー。おー、なんか綺麗。ヤシの木。なんかほんと遠くの地に来たって感じがしますね。気温は関東とかとあんま変わんないですね。多分普通に寒い。よし、そしたらまずはね、この近くに金頂神社っていうなんか有名なパワースポットがあるみたいなんで、ちょっと寄っていきたいと思います。ここが到着です。到着しました。金頂神社です。かわいいな。かわいい。可愛くない？タヌキを祀ってる神社みたいですね。で、ジブリの平成タヌキ合戦ポンポコにもこの神社登場するらしいですね。タヌキ神社の由来。タヌキは昔からタヌキと表現され、強運を呼び込むとされているんだ。また神様に人々の願いを届ける、仲介役とも言われている。そして時には人間に化けていたずらをしたり、徳をもたらしたりもするんだ。タヌキすごい。お邪魔しまーす。なんかいる。でっけえタヌキの像ですね。なんか可愛いのがいる。大金持ちになれますように。ありがとうございました。そうだ。完全に触れるの忘れてたんですけど、今回もグラストラッカーです。4フォアの整備が間に合いませんでした。そうね、クラッチがめっちゃ滑ってたんで、クラッチ板交換してきたんですけど、めちゃめちゃ調子いいですね。ということで次行きましょう。よし、そしたら次はドイツ館っていうところに行きたいと思います。教育心霊スポット、ドイツ兵の捕虜だった方のお墓があるみたいなんですけど、徳島とドイツってね、なんかすごい関係が深いらしいんですよね。で、この近くにこのドイツ館っていう、当時の歴史とかも学べるね、でっかい西洋館があるみたいなんで、ちょっとまずはそこに行ってみたいと思います。到着しました。ドイツ館です。すごい立派な建物。1917年、第一次世界大戦中に捕らえたドイツ兵捕虜約1000人を収容するため、この地に坂東捕虜収容所が建設された。当時の日本は、捕虜となって恥ずかしめを受けるくらいなら、自決するのが望ましいと考えるほど、捕虜の扱いはひどいものという風潮だった。しかし、この収容所の所長に任命された松江氏の指導をもとに、捕虜に対し極めて寛大かつ友好的な処置を行っていたとして知られているんだ。彼は戊辰戦争に敗れた会津藩士の子として、降伏した者の屈辱と悲しみを目の当たりにして育ってきたことから、捕虜を罪人のように扱うことを固く禁じたんだ。そしてドイツ兵捕虜もドイツの技術や学問などを共有し、地元住民との交流を深めた。こういったことが、その後の日独関係の友好化にも寄与したんだ。すごい。これが収容所だったみたいですね。ボーリング場とかもあったの。すごい。ギャンブラーたち。捕虜たちのお気に入りは、スポーツとビール。もう一つがギャンブルだったようです。収容所内にあったボーリングやビリヤードもギャンブルの対象でしたが、こんな遊びも盛んでした。
捕虜ってもっと苦しい生活を強いられてたのかと思ってたんですけど、この捕虜の人たちは、もう普通にいい生活っていうかわかんないですけど、ちゃんとした生活を送ってたみたいですね。酒もギャンブルもできたって。ということで、徳島駅にホテルを予約したんで、ホテルに向かいたいと思います。徳島駅着きました。多分この辺が徳島で一番栄えてる場所ですね。駅マジででかいな。で、今日泊まるホテルがこれです。 JR ホテル。駅の真横っていうか駅。着いたー。お、なんか豪華な部屋ですね。そしたら腹減ったんで飯食い行きましょう。都会だ。なんか商店街みたいな、この辺にね美味しそうなお店あったんですよね。なんか風情のある通りですね。っていうかシャッター通りみたいな感じですね。あった、これだ。郷土料理剣道茶屋。怖い。博多ラーメンみたいな感じでしたね。そしたら夜になるのを待ちたいと思います。はい、ということで夜になったので心霊スポットに向かいたいと思います。今ホテルの11階に泊まってるんですけど、窓から見る眺めがめっちゃ綺麗ですね。で、やっぱ久々にホテル泊まるとやっぱいいですね。なんかリフレッシュしてる感がありますね。そして久々の心霊スポット。やっぱ何回行ってってか、ちょっと待って、この先だな。もう着いちゃった。ちょっと待って、なんかめっちゃ怖いな。さっきまで全然大通りだったのに。てかなんだこの道。クソ怖いんですけど。ちょっと待って。あ、街灯ある。ちょっと待って。一回用意しよう。話が違うな。いや、俺もうちょい普通の公園かと思ってた。よし、オッケー。西武霊園。墓地なんですね、ここは。墓地だ。うわー、ちょっと待って、想像より全然怖いな、立地が。市街地の近くだから舐めてたな。山の上の方にあるんですね。結構霧がどんどん濃くなってきたな。ここも霊園か。あれですね、本当に墓地に囲まれてるんだ、公園が。で、ここの公園自体も墓地だったってことですからね。これかな、駐車場。着きました。そしたら用意します。到着しました。西武公園です。お邪魔します。喫煙所。なんか意味深な花が飾られてる。てか、なんか雰囲気ありますね、マジで。すごいいるだけでゾクゾクするっていうか、胸騒ぎがするっていうか、普通に怖いですね。この辺は遊具かな。なんでわざわざ墓地の上に公園を建てたんですかね。やばいな、マジで。ちょっと本当にここ息吸いづらいわ。これ何の音？すごい。あ、水が流れてるんだ、なんか。で、道挟んでこっち側にも公園が続いてますね。この音か。湧き水なのかな。お茶の水に利用した天下の名水だって。すげえ夜景。なんかすごい、なんか今そこに人がいる気がした。めっちゃ気配みたいな感じたんだけど。ほら、超綺麗。ちょっとどこまで空いてんだろう。
そのお墓とか慰霊碑はどこにあるんだろうな。イノシシ注意だって。やばい、なんか本当にドキドキする。心臓が。なんだこれ。あ、なんかある。この先ですね。ちょっと待って、すごい。結構長い階段が続いてる。おそらくこの奥に巨大な慰霊塔があるはずです。お邪魔します。はあ、この辺からちょっと一気に空気変わりますね。あ、で、こっち。ちょっと待って。ドイツ軍兵士の墓。おお。さっきこっち行きますか。お邪魔します。なんか井戸かなこれ。封鎖されてる。ああ、ちょっと本当に夜来ちゃいけない感じがする。マジで胸が苦しい。痛い。本当に遅くにすいません。お邪魔します。はあ、ここに神の手に安らう。おいおいおい。なにバキバキ言ってるけど。ほら。イノシシ。本当夜遅くにすいません。あ、やばいね、ちょっと。怖い。マジで空気が張り詰めてますね。ちょっとここでスピリットボックス使ってみますか。でもドイツの人だから、ドイツ語じゃないと。日本語できるのかな。これドイツ語で帰ってきたらすごくないですか。こんばんは。夜遅くにすいません。誰かいますか。あ、こんばんは。すいません、本当に夜遅くに。よかったら少しお話できますか。やばい、なんか、すっごい怒ってる気がする。本当すいません、ちょっと、撮影できてるんですけど、お名前教えてもらってもいいですか。はい。のぞみさん。待って。気配みたいなすごいんだけど。あ、うんって言ったかな。ありがとうございます。ここにはいつからいるんですか。ありがとうございます。年齢教えてもらってもいいですか。すいません、もう少し回らせてもらいますんで、ありがとうございました。失礼します。スピリットボックスから聞こえてきた声、なんかすごい太陽を感じたというか、なんか生々しい声でしたね。よし。そしたら中霊島を向かいましょう。なんか白いのあるな。なんだろうあれ。旗みたいなのわかんないな。あれこれなんか、あれがあるわ。チーンって鳴らすやつ。一緒に鳴らしとくかじゃあ。めちゃめちゃ怖いんですけど。すいません。お邪魔します。結構急で長い階段ですね。なんだろうこの胸騒ぎは。ここに来てからずっと。で、旗でしたね、やっぱり。この白いの。日本国旗だ。お！あ、奥になんか見えますね。ちょっと。
から一段と空気が重くなりますね。こんばんは。夜遅くにほんとすいません。お邪魔します。すごい。うわ。あ、何の音？カンカンって。ちょっと待って。到着しました。中冷凍ですね。てかちょっと待って、これ大きさ伝わるかな？俺想像の10倍ぐらいでかいんだけど。もみじが綺麗。なんかライトがおかしくない？チカチカしだした。ほら。お邪魔します。すごい。これ、中に何があるんだろう。なんか、立派な家紋みたいなのが、なんかすごい厳重な感じがしますね。はあ、なんか、めっちゃ不気味こうやって見ると。これ裏側は、特に何もないですね。でもなんかボルト止めされてんな。なんだろう、この壁が後から付けられたものみたいですね。へえ、不思議だ。石の壁をボルトで止めてるんだ。珍しいですね。これお線香立てですね。ちょっとお線香焚きましょう。お線香焚くとね、幽霊が集まってくるって言いますよね。さあ、軍隊の行進みたいなのが聞こえてくるって音なんで、ちょっと電気消して耳澄ませてみますか。よし。サーモカメラと定点カメラ OK です。よし。そしたら消しまーす。おあ、でも割と、あれですね。月明かりで明るいですね。月出てないけど。空は真っ暗だな。ちょっとじゃあ耳を澄ませてみたいと思います。目つぶります。すごい。お線香の匂いがすごいですね。そしたらちょっとこのままスピリットボックス使ってみますか。こんばんは。夜遅くにすいません。誰かいますか？ありがとうございます。なんか年配の方っぽかったですね。お名前教えてもらってもいいですか？すいません、どうもありがとうございました。失礼します。よし、暗闇終わりにしましょう。ここはね、割と行けますね。ずっと暗闇にしてても。さっきのやっぱね、ドイツ兵の人のお墓のところが一番嫌な感じというか、雰囲気ありましたね。ちょっと写真だけ何枚か撮っていきましょう。もうね、映るんでさ、何も映んないんで、やめました。現像代3000円もかかるし。中華製のね、激安デジカメ。逆に激安の方がなんか映るかもしれないですもんね。
いません、お邪魔しました。本当ありがとうございました。失礼します。いやー、なんかすごい場所だった。迫力がすごいですね、慰霊碑の。最後にちょっとドイツ兵のお墓で写真撮って帰りましょう。この辺もバシャバシャ撮っていく。ちょっと待って。ドンって。和太鼓みたいな音しなかった今。ほんと何度もすいません。写真だけすいません。少し撮らせてください。お邪魔します。ほんとすいません。何度もありがとうございました。帰ります。失礼します。ただいまー。よし、帰りましょう。お邪魔しました。はい、ということで西武公園でした。ちょっと想像以上に怖い場所でしたね。なんかただならぬ雰囲気というか、やっぱ心霊スポットなんだって感じしましたね。特にね、ドイツ兵のお墓のところはちょっと気配みたいなのがすごかったです。お墓、こっちもお墓、めっちゃお墓あるな。よく見るとほんと西武公園の敷地に入った瞬間から一気に変わりますね。なんかさっきまでの空間が嘘のようだ。はいと、こんな感じでまだまだ日本一周心霊スポットの旅続けていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。出動だ、出動。なんか事件かな。西武公園に不審者がいますっていう通報でも入ったかな。